皆さんこんにちは、カリフォルニア旅行記その4をですね、やっていきたいと思います。もうこれで一気に終わらせたいと思ってます。その3の後ですね、サンフランシスコから、サンタバーバラまで、約500何キロぐらいあるのかな、500何十キロか離れてるところまでですね、ドライブして行きました。20年前にですね、住んでいた頃には一度も通ったことのない海岸沿いの101という道をですね、通って行きました。そこには有名なビッグサーと言われている結構美しい海岸線の道があります。それを通っていくんですね。なので一応あんまりね天気は芳しくなかったんですけど、それでも有名どころの橋とかですね、マクウェイフォールズというね非常に有名な、滝、海にですね直接川がこう落ちていく滝があるんですけど、そこを通って、行きました。ミカニャンもですね運転ちょっと手伝ってくれながらですね、夜になるまでで運転してですね、最終的にはサンタバーバラのちょっと山の方にある、宿っていうかね、今回カリフォルニアって宿やたら高いんですよね。なんでAirbnb っていうね、地元の方が部屋を貸し出すサービスがあって、それを利用して、その古い、レンガ造りの家にですね、その晩は泊まりました。じゃあまずそこまで行ってみましょう。はい、そしてその翌日はですね、サンタバーバラのその素敵な、古いレンガ造りの、家を出まして、せっかくだったのでサンタバーバラの街をちょっと散策してみました。非常におしゃれな、セレブチックな、素敵な街でした。もうこの地域ですね、サンフランシスコと全然違ったサンフランシスコエリアと全然違って、すごいあったかいし、もう太陽さんさんと輝いている街で、非常に本当になんかセレブな感じで素敵なところでした。ダウンタウンと、あとは、いわゆるピアのとこですね、海岸沿いのところをちょっとね、散歩させていただいて、それから、次の目的地であるパイオニアタウンというところに向かいました。本当はね結構楽勝のはずだったんですけど、すごい渋滞でして、その日は。なので結構夜までかかっちゃいまして、着いた頃にはですね、その街はものすごい田舎ですから、レストランが1個ぐらいしかなくて、もうそんなレストランはたまたまその時なんかイベントやってて人がたくさんいて、もう、追加のお客さん受け付けてませんっていう感じで、結構ダイエットな一日になっちゃいました。でもそんな一日でしたね。じゃあそこまでまた行ってみましょう。
次の朝はですね、パイオニアタウンで目覚めるわけですよね。でパイオニアタウンというのは1940年とか50年代に、西部劇とかを撮るために、作られたセットでできた街です。当時はですね、そこでいろんな西部劇の映画とかを撮ったみたいですけど、今ではまあそういうことはやってないんですけど、非常にワイルドウエストを、体験できる、面白い街です。でそこをですねまず行ってですね、すごい空いてもうその街一人で占領みたいな感じだったんですけど、そこをいろいろ写真とか撮ったりとかして楽しんだ上で、その街を出ました。でいよいよですね、この旅の目的であった一番大きな目的であった、サンディやジョイその他の、子供たちに、を探しに行くというミッションに出かけました。サンバナディーノカウンティの方に、移動しました。ここではですねまずは、ベビーシッター的なことをやっていたスーザンですね。スーザンが、最後に住んでいたアパートにまず行ってきました。で、何かのヒントが得られるかなと思って、彼女が住んでいた、部屋を行ってみましたね。だけど当然もう住んでないんですよね。で誰か住んでるんですけど、英語通じない人たちだったんですよね。もしかしたら通じたけど面倒くさくて、通じないふりしたのかもしれないんですけど、そういうわけで全く、ヒントは得られず、一応ですね、マンションそのアパートの管理室にも行って話を聞こうと思ったけど、当然ながら、そこの住民の情報は言えませんっていう感じで断られて、シュンっていう感じで次に行きました。次はですね、ジョイが住んでた町で部屋というか家で一番僕がよく行ったところですね。そこに、多くの子どもたちが集中してました。でそこもですね当然もう住んでないことは分かってたんですけど、そこの今の住民に、ちょっと話を聞けばもしかしたらなんかヒント得られるかなと思って行ってみたんですね。でノックするもですねすごい冷たい感じで冷たい対応でしたね。もうね、なんのよみたいな感じで、私はこれ17年も住んでんだよ、知るもんかっていう感じで結構ひどいあしらわれ方をして、係でまた退散しました。でその後もですね、サンディが昔住んでいたところとか探しに行ったんですけど、なかなかこれがね思い出せなくて見つけることができませんでした。でね、結構これがっかりだったんですよね。もちろんですね、難しいことは分かってたしほぼ、不可能に近い、ミッションであったことは分かってるんですけど、今までも、ブラジルの時もそうだったしパラオの時もそうだったし、非常に不可能と思える、ミッションをですね結構成功裏に収めてきたもんですから、今回もそれなりのヒントが得られるんじゃないかと思ってたんですよね。だけど全然そういうことがなくて、結構がっかりでした。ただ、自分が住んでたところも一応行ってみてですね、そしたらですねもうそこにも僕が住んでた頃の、家主さんとか、息子さんとか他の住民はもういなかったんですよね。もう他の別の人が住んでるみたいでした。だけどですねたまたま僕が行った時にですね、息子さんが、なんかの修理で来てたんですよね。それでエリックいると思ったんですけど、もう覚えてないだろうなと思ってたんですけど、向こうから「ステディじゃん」みたいな感じで言ってきてくれて、よく覚えてたなと思いましたけど、そこは、再会を遂げまして、家主さんがどうしてるかってこともちょっとおしゃべりして、それで、終わりました。だからそこはねちょっとした成功かなと思います。あとね、もしかしたらこれ翌日だったかもしれないけど、自分の昔通ってた大学も、一応寄ってみましたね。でそこはですねちょっと不思議でしたね。っていうのは僕がカリフォルニアに住んでいた2年間の中で、最も時間を長く費やした場所のはずなんですけど、なんかねいろんなこと全然思い出せなかったんですよ。こっちどこだっけ、あっちどこだっけ、これ
もう全然なんか右も左も分かんないような状態で、最終的には自分が行ってた、教室とかを見つけることができましたけど、そこで思ったのはですね、本当に目を閉じて思い出すことといったら、やっぱりサンディとかジョイとかと遊んだ、家とか、一緒に行ったビーチとか、そういうことを思い出すんですよね。なので、人生ってやっぱり学歴とかじゃなくて、深い人間との絆なんだなというふうに思いましたね。そんな感じで、サンバナディーノを後にします。またここまで行ってみましょう。
その次の日はですね、いよいよ、ロサンゼルスに向かいます。ロサンゼルスでね何しようかなと思ったんですけど、僕やっぱ写真好きじゃないですか。なんで、昼間でいい、昼間って結構撮りにくいんでね、いろんな意味で、で撮りたかったものが一つあって、それはですね、アメリカで最も長い直線道路と言われている道があって、ロサンゼルスのウェストアベニューっていうところなんですけど、そこの一番端っこまで行きまして、でそこからこう長く続く道をですね写真に収めました。なかなか満足のいく感じでしたよ。それから、近かったこともあって、そこから、グリフス天文台に行きました。グリフス天文台といえばですね、ターミネーターが一番最初に現れたところですね。ロサンゼルスの街が一望できる素晴らしいところです。昔もですね一回来たことあると思いますけど、行ってみて、そこの良い景色を見ました。それからハリウッドの、看板っていうか文字があるじゃないですか。あれもそこから見ることができます。グリフス天文台の後は、夕日が見たかったんですよね。カリフォルニアといえば、美しいビーチの、夕日というのがあるんですけど、どうせだったら、どこでも多分美しいと思うんですけど、どうせなら思い出のニューポートビーチに行きました。よくね子供たちとか、その他の人たちと、よく行った場所です。そこに行って、で、日が落ちるところとか見たかったんですけど、もうちょいギリギリでなんとか間に合ったんだけど、駐車場が見つけられずに、そうこうしてるうちに沈んでしまいました。なんだけど沈んでからもすごい美しいんですよね。その夕焼けを楽しみました。それから昔、その頃スーザンを撮った、ポートレート的なのがあったんですけど、それに似せてですねミカリを撮りました。これもなかなか良かったと思います。でその日はねそんな感じでした。そしていよいよ最終日なんですけど、最終日はですね、ベニスという街、行
タリアにもベニスありますけど、そこに多分似てるからそういう名前なんじゃないかなと思いますけど、ベニスという町に、泊まりました。でそこのですね Airbnb のですね家主さんがとても、素敵な方で、ベッキーさんというイタリア系ドイツ系両方かな、あいの子ぐらいの、方なんですけど、ベニスという非常に美しい洒落た町に住んでる洒落たカリフォルニア人っていう感じの、とってもフレンドリーな、とっても、親切な方でした。でその方のところから、出かけていきまして、有名なベニスの、水路があるんですね。これほんとうっとりするような場所です。朝からですね行くんですけど、もう本当に美しいところでしたね。そこでちょっと写真撮ったりとかして、でそこからですね、サンタモニカのピアに行ってきました。サンタバーバラと似たような感じっちゃ似たような感じなんですけど、サンタモニカもですね、非常に、いつも太陽がさんさんとしていて、本当に賑やかできらびやかで素敵な場所です。あとですね、そこの、ベッキーが、おすすめしてくれた小さな観覧車があるんですけど、そこ乗ったんですね。多分勧められてなかったらあんな子供だましいと思って乗らなかったと思うんですけど、やっぱねおすすめされただけのことありました。そこからの観覧車からのその海岸沿いの景色は素晴らしかったです。で最後にですねもう一回、なんか美しい夕日が見たいなっていうことで、その前の日かな、ニューポートビーチで、沈むところは見れませんでしたので、今度はですね、ポイント・ヴィンセントっていうところのライトハウスですねに行きました。そこもですね本当に美しいところでした。本当にね最後のデスティネーションにふさわしい、ところでしたね。そのライトハウスの美しさとかがですね誰がとっても美しく、素晴らしい写真が撮れるところです。そこの最後にその日の落ちるところとかもじっくり見て、でそれから、その日はですね夜中出発の、飛行機がありましたので、一旦ベニスの町に戻りまして、ベッキーが親切に荷物を入れていいよって言ってくれたので、それを取りに行ったんですけど、荷物取りに行ったらですねシャワー浴びてもいいよぐらいのこと言ってくれて、もうチェックアウトしてるのに親切にそう言ってくれて、夜中の、フライトでしたから非常に、交通網で親切にしてもらってありがたかったです。そんな感じで我々のカリフォルニア旅行は終わりました。ご清聴ありがとうございました。
あれまだあるのって感じだと思うんですけど、ちょっとエピローグということで、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかと言ってもですね、僕が、自分のためにですね、自分の思い出を残すためだけにですねやってる単なる自己満足の動画ですので、皆さんの意見をね聞くには至らないかなとは思うんですけど、今回の旅ではですね、サンディに会いたいということで企画したわけですよね。でもその目的は全くもって達することはできませんでした。で結構だから旅の後半がっくりきてたんですけど、帰ってからもね、それが諦めきれなくていたんですよね。で落ち着いてですねインスピレーションを求めたんです。どうやったら彼女を見つけられるか。こう20年も探し続けてたから、そこからね見つけられるはずないんですけど、でもやっぱりねこう落ち着いてですねこうインスピレーションを求めていくとですね、熱い思いがあるとやっぱり奇跡って起こるんですよね。あることを思いつきまして、そのアイデアをもとにですね検索し直すんですね。でね結構見つけたんですよ。彼女の、E メールアドレスとか電話番号とか、住んでた住所とか、そういったものも分かりました。あと子供がいることも、分かりました。で、最終的にですね、メールも出したんですけど返事はありませんでしたね。そのメールが今でも生きているかどうかも分かりませんしね。であとですね、最終的にインスタグラムのアカウントらしきものを見つけたんですね。これ彼女じゃないかなっていうところを見つけたんです。で、友達申請をして、一応メッセージも出しました。だけどね一個も返事はなかったんですね。ところがですね、彼女が、僕のインスタグラムの写真をブラウズしたんでしょうね。1枚だけ、特に人気な写真じゃないですよ、1枚だけいいねしたんですよ。でそれが結構不思議な、写真だったんです。というのはですね、彼女がまだ少女だった頃、20年前ですね、彼女が好きだった花はアジサイだったんですね。でなんと僕のその数ある投稿の中から選んでいいねしたのがアジサイの写真だったんです。なんでね多分本人なんでしょうね。だけどねもう彼女大人なんですよね。もう33歳ぐらい、32歳かな、そのくらいです。もうお母さんなんですよね。で僕はもう遠い昔の思い出の人なわけですよ。なんで、別にこれからコンタクトを取りたいっていう気持ちも多分ないんでしょうね。でそれは僕も受け入れてですね、彼女は、僕の大切な思い出として胸に残しといてですね、それで、前を向いてこれからも行こうかなって思えるようになりました。これもですね本当に現地に行って彼女の影を追いかけて、それで帰ってきて、落ち着いて彼女を見つける術をまた見つけてですね、ある意味見つけて、それで、そういう心境になれたんじゃないかなと思ってるので、カリフォルニアに行ったことには後悔はないかなと思います。そんなわけで、彼女には会えませんでしたけど、そういう心の区切りをつけて、次なる夢と冒険に向かって、前進していきたいと思います。ありがとうございました。